真ん中に。ちょっと待ってます。考えてきてから。
じいちゃんがまあ89歳でも現役でやってくれてるおかげさまなんですけど、ナイフとかもですね、こう自分が作ったやつを使ってくださる方がいて、お客さんがいてくださって続けることができて本当嬉しいし、もっと上手になりたいなという気持ちで今じいちゃんと父のもと私は頑張っているところでですね。寒い。霜で真っ白や。やめ茶も美味しいけど、やっぱ朝はコーヒーだな。あったかい。水が冷たくてね、冬はたまらん。
れはいい紙、そう文化財の修理とかに使う紙作るときね。あ、手が冷たい。手が冷たい。はい。あ、希望なかったらまたこっちで別に。紙すきをする人は減ってるんですか？減ってるよ。もう全国でも80件ぐらいしかないってない。やめももう今6件やし。全部高齢者で。後取りさんもいないし。早くて10年やのね。もしも早く亡くなるとしたなら。元気なうちはしたいけどね。80ぐらいまではしたいよね。
また帰らん。沸騰してないか。上げて冷やす。もう一回。で少し乾いたぐらいになって漂白する。
大変なのよ。で型ができて鋳造屋さん行ってこういうのだと磨き屋さん行ってそれからメッキ屋さん行ってもう何個もなんていうの工程かかってできてる。76です。もうおじいちゃん大変なのよ。こっちから出てきたからもう満開になりましたよっていう。
この仕事の魅力を教えてください。やっぱりちゃんとした製品ができた時じゃないの。自分の思い通りの製品ができた時、そうとこれもトロフィーなんだよね、これでこういうものができるわけ。バリがこう出てる、これを取る。そうするとここがこうきれいに。これで一つ出来上がる。これでこのボッチが出来上がる。で型ができて駐在屋さん行って俺んとこへ来てこのパーティングレアを切ってもしくはこの妙みたいに細かくハンダ付けしたりなんかしてこういうのだと磨き屋さん行ってそれからメッキ屋さん行ってこうも何個もなんていうの工程かかってできてる。
でもこれ模様を合わせるこの表面公開します。じゃあ模様をもう一回合わせます。これがね曲がってるところでこれ混ぜながらいいよね。ね。紙をかけます。薄い紙をかけて、薄い紙をかけて、かぶせます。はい。じゃあかぶせて、これで OK です。から終わります。今も一応まず絵をね、これが落ちますんで。今度持って帰った方がいいですね。型で書いて、これからここね、折りぐらいに持ってますんで。で、こういうものをこう持ってきて、
弟子入っちゃう3年でね、2枚入ったね。中心からかなりこの麻酔でね使いよりますけど、3年目に初めてこれをね弟子の時に使わせてくれる。これ大体なんかでこれです。パタ落とす。これで一応入れないとこはね取れたいことになるんですが、で開んでこれを斜めにつく。芯材でね、もっとこっちやってやったら割れますんでね。今度小刀で今度柄のところ
から今度絵をね描いてみる。最後にこれを回してね。出来上がりましたね。これはほんだからええな。
なかなかね。